ご視聴ありがとうございます。どうも、だいだいチャンネルのオレンジです。今回はPlayStation VR 以来の VR であるメタクエスト2で手持ちのレースゲームを試してみて、 VR のスペックや性能面の話ではなく、単純にディスプレイから VR に変換することによって得られる VR 体験のメリット・デメリットをオレンジなりの観点で試有しながらダイレクトに述べていきたいと思います。これから PCVR や PlayStation VR2 を検討されている方の何か参考になれば幸いです。クエスト2の純正からの変更部分は、後頭部と前頭部で締め付ける輪っかタイプのヘッドストラップに変えたことと、メガネ着用が不要となる度付きレンズの追加です。この2つを変更するだけでも装着がめんどくさいというものからかなり解放されました。近々販売される PlayStation VR2 でも追加のレンズの取り付けができる機構なら良いのですけどね。今回 VR で試すのはスパ・フランコルシャンのサーキットをメルセデス AMG GT3 で走らせるといったものです。使用ソフトは iRacing、プロジェクトカーズ2、オートモビリスタ2、アセットコルサ、コンペティツィオーネ、それとモッドを含めたアセットコルサ、この5つのソフトで走らせます。はい、それでは VR 試乗会スタート。はい、まずは iRacing から走らせていきます。使う車種は AMG GT3 です。はい、エンジンスタート。はい、やっぱすごいですね。全てが立体的といいますか、これまでに体験した VR は基本的には、PlayStation VR の、グランツーリスモスポーツのみですね。はい、それと比べるとね、格段に見やすいです。立体感もすごいですね。この遠方と近景の距離感がつかみやすいです。よくある話なんですけども、そんな感じですね。距離感がつかみやすいっていうのと、このコースの高低差ですね。これをすごく感じますね。もう室内で言えば、このステアリングはすごく立体的に見えますね。逆にですね、インパネとかですね、こっちの右にあるボタン類などは、なんていうかちょっとね、チャチく感じるというか、平面ディスプレイで見てた時は立体的に見えたものも、実際にこうポリゴンとして作られてない部分っていうのは画像で、陰影をつけたりとかしてた部分があったりするんですけど、そういった部分はね、もう全部こう平面に見えちゃうんですよね。平面のものが貼り付けられてるっていうのがなんていうか分かっちゃうんですよ。そこはね、ちょっと一個 VR の弊害の部分かもしれないですよね。全てをこう立体物として作らないと、全てが立体には見えないっていうことですよね。この空気出すとこでしょうかね。これはすごく立体的に見えますね。なんか飛び出してるって感じです。
で、ミラーにおいてはですね、バックモニターにしか見えないですね。これやっぱりちょっと難しいんでしょうかね。こう、首を振ることによって、ミラーの見える角度がちょっとずつずれてきますね。ちょっと、アイレーシンが結構大げさに動きますね。はい、それでは一周発射していきましょう。下りとオールージュの壁感はすごいですね。まさに壁。なんでしょうね、やっぱりこうディスプレイの平面に映し出せるディスプレイっていうものを見てた時っていうのは、何か脳で変換してたんでしょうかね。それを立体物として、認識するために何かこう脳で処理をされてたような感じなんでしょうか。その必要がないって感じですよね。やっぱり VR はこう遠近感がつかみやすいので、その処理は必要なくなるって感じです。実際にそこの物体としてこう距離感がつかめる。言ってしまうと、この車に乗ってるこれ左側座席になるわけですけども、左ハンドルになるわけですけど、この自分の座っている箇所から右側に座席があってこう空間があるっていうのが分かりますね。感じます。なんなら僕の目の前に広がるのはこうボンネットが横たわってる感じと、僕の後ろにもまだマシンはあるっていう、その車のボリューム感っていうのもなんかつかめますね。平面で見てた時よりもなんかその感覚はなぜか自然とスッと入ってきます。PSVR と比べると格段に綺麗ですね。これはすごい。はい、次はですね、プロジェクトカーズ2です。プロジェクトカーズ2はアイレーシングよりも描画は綺麗なんですけど、ちょっとカクつきが多いような感じがしますね。背景を見てると結構ガタガタと動くような感じには見受けられます。アイレーシングよりも色の発色はすごく綺麗に感じますね。はい、オールージュ相変わらずの壁ですね。壁です。これはもう壁ですね。こっちのが綺麗なのは綺麗なんですけど、やっぱちょっとカクつきがあるかなっていう感じはしますね。車のなんでしょう、ボリューム感もアイレーシングと同じように感じることができます。ミラーはやっぱり相変わらずこうバックモニターみたいな表現になっちゃいますね。これはもう仕方がないのかな。でインパネがね、やっぱりもうのっぺりしてますね。のっぺりしてる。この前のこのインジケーター、ランプが光る部分があるんですけど、このランプですね。これがもう平面ですね。立体的には見えない。なんかそんな感じですね。VR で見るとどうしてもそういったところでごまかしが効かなくなっちゃうっていうのはあるかもしれないですね。どこまで作り込めるかっていうのはあるかとは思いますね。特にこの内装に関しては。
まあでも VR をやるからにはね、やっぱり内装を作り込んでもらう必要はあるんじゃないかとは思います。ボタン類は結構のっぺりしてますね。おっと、予想にはいけませんね。はい、それではオートモビリスター2ですね。はい、こちらに関しては、先ほどのプロジェクトカード2と同じマドネスエンジンを使っているので、描画自体は似てるんですが、こっちの方がね格段に綺麗ですね。格段に綺麗です。まあ、ちょっと季節が秋っていうのもあって、それで彩りを感じるっていうのもあるかもしれません。光がとにかく眩しい。雲とかもねすごくリアルに見えますね。これはすごい綺麗です。めちゃくちゃ眩しいめちゃくちゃ眩しいですね。でフレームレートというかカクつきですね。感じるカクつきもねほとんどないですね。カクつきを感じないです。これはよくできてると思います。絶対 VR でやった方がね楽しいと思いますね、このゲームは。おー、眩しい。で VR のデメリットとしては、僕は普段配信をしてるんですけども、正直ね VR は配信には向かないかなとは思ってます。僕の視聴者さんはわかるかと思うんですけども、アバターのキツネちゃんがまず呼び出せないってことですね。ゴーグルをかけているので、表情を読み取ることができないので、キツネちゃんが呼び出せないという、そういう弊害はありますね。次はアセットコルサアセコンペですね。これはねすごく立体感あります。乗ってる感がさらに強いですね。ただ描写自体はね僕はオートモビリスタの方が綺麗に感じますね。車体はいいんですけど背景が結構ちょっと荒いかなっていう感じはします。ちょっと雨を降らせてるっていうのも関係あるのかな。はい、VR が配信に向かないということなんですけども、キツネちゃん以外で言いますと、やっぱりこう現実世界が見えないっていうのがあるので、やっぱ何か起きた時に怖いですよね。自分の部屋を見えてないっていうことなので、それはちょっと怖い感じがします。何かあった時に気づかないっていうのがね。で何かヘマをしてしまった時、配信中にヘマをしてしまった時も気づかないっていうのが怖いですよね。放送事故も気づかない可能性があります。それ以外で言えば、視聴者さんにはこの立体視っていうのは全く伝わらないっていうのと、あと視聴者さんはおそらくこの僕というかこの配信者がプレイする首の動きを見るわけですけども、多分酔っちゃいますよね、これ見てる方は。配信するのは結構
難しいというか、いろいろリスクはありそうな感じがしますね。これはでもすごい立体感ありますね。内装は結構綺麗ですけど、インパネ周りはこう結構平面的に見えちゃうよね。よし、では撮りましょう。アセコンペにおいては、普段もトラック IR でプレイしてたんですけども、それよりもよりダイレクトな感じですよね。トラック IR の時は、例えばこう10度傾けただけで、30から40とかちょっと要件目に角度を振るように設定してたので、そうではなくてこれだったらもう5度なら5度、10度なら10度、その傾けた分だけこう首が振られるので、より自然でダイレクトな感じがします。でもそこの土地に似てる感っていうのはほんとすごく感じます。乗ってる感がすごいですね。でもどこまで細部までしっかり作るかですよね、作り手が。いやー、これはすごいですね。びっくりしますね。ここまで綺麗だとは。今までやってきた VR の中で一番綺麗です。内装もすごい、質感がすごい。ステアリングのこのボタン類のこの縁にあるメタリック感がほんとすごいですね。コースも綺麗だし、フレームレートもすっごい安定してるし、滑らか。いや、これすごいな。この内装は何でしょう、これモッド車じゃないんですけどね、めちゃくちゃ綺麗。いや、この右にあるこの座席の下に何かこう箱が置いてあるんですけど、それのね上の盤面がねガラスの素材だっていうのがね分かりますね。ガラスかわかんないけど、なんか反射してます。ドアの感じとかもすごいですね。うちの右にあるボタン類もすっごい綺麗です。上のロールケージもありますね、ここに。ある。これはね、ほんと乗ってる感がすごい。雨を降らしてみたんですけど、これはすごいですね。これ水滴がつくことで、このフロントガラスのなんていうんですかね、形状がねはっきり分かりますね。
水滴のつき方もすっごいリアル。これすごいですね。ガラスに顔近づけると曇りましたすごい。これはすごい。雨が本当に雨ですね。フロントガラスの形状がよくわかる。今まで見てきた雨表現でね、一番雨粒っぽい感じがしますね。このフロントガラスに付着した雨の感じがします。不思議とですね、雨粒がついてても見えるんですよね。コースがしっかり見える。現実でもあれですよね、雨粒がついてても道はしっかり見えてるのと同じような感じで、雨粒はあるんですけど、奥のコースがねしっかり見えますね、ある程度。面白いのがワイパー吹き損じっていうんですかね。なんかその筋が見えるんですけど、それがね数パターンありますねなんか毎回同じところが吹き損じするんじゃなくて、なんか数パターンあるみたいですね。すごいなこれ、本当にフロントガラスに乗っかってくる雨っぽい。段違いにすごいよこれは。雨表現に関してはドライブクラブのなんでしょう、ドライブクラブの雨粒の表現より全然自然な感じがします。すごい雨に焦点を当てるこの目のピントといいますかね、目を雨粒に焦点を当てるっていうのと道に焦点を当てるっていうので、いやこれすごいな本当に運転してるみたい。なんでしょうこれ、なぜかわかんないけどピントがね、その雨粒とコースと
ゃんとこう見分けられる。いやこれ VR だからなんですかね、それともなんか錯覚なのかな。やばいですね、ずっと走ってられる。いかがだったでしょうか。何かお役に立てましたでしょうか。僕自身レースゲームにおける VR の没入感にかなり惚れ込みましたが、 VR 自体がまだ少し重いので長時間の使用は疲れることと、やはり配信に不向きなのでケースバイケースで使い分けていこうとは思っております。 VR は自分自身で実際に体験することにより、人から聞いた情報などで想像していたものをはるかに超える多くの感覚や体験を与えてくれます。最新の VR 体験の良さにグランツーリスモ7とプレイステーション VR2 の組み合わせも一気に期待が高まってきました。最後にいろいろなマシンでニューキタを走る VR 映像で締めたいと思います。最後までご視聴くださり本当にありがとうございました。それでは良い VR ライフを。じゃあねー。